はいどうも M クライズです。ガンプラテクニック講座、今回のテーマはこちら、筋彫りの基本と失敗しないための方法についてです。筋彫りというのは簡単に言いますと、このような針のような道具を使ってこのプラスチックの表面ですね、こちらもともとある溝であったり、こちら何もないところに溝を掘ってあげることを筋彫りと言います。この筋彫りをすることによってこの既存の溝をさらにより深く掘り進めることにより墨入れ作業が比較的行いやすくなったりします。またこういった表面、非常に情報量の少ないシンプルなデザインになっているんですが、筋彫りを行ってあげることによってプラモデルの情報量を増やし、よりリアルな表現が可能となります。こちらの動画ではそんな筋彫りの基本について説明し、また失敗しないためのアドバイスも最後説明しようと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければなと思います。はい、まずは筋彫りに必要なツールの紹介を行っていきます。まず1つ目がこちらですね。こちらタガネと言われる実際に筋彫りを追加していくための道具になります。はい、こちら先端が非常に尖っており、針のような形状をしておりますので、こちらでプラモデルの表面に溝を掘り進めていく道具になります。こちらのタガネにはそれぞれ太さがありまして、こちら 0.1mm のものなんですが、他にもより細い 0.075mm であったり、太めのタガネになりますとこちら 1.0mm のタガネもあったりします。こちらは追加したい筋彫りのデザインに合わせてタガネの種類を変えていくことになります。はい、次に紹介するのがこちらです。こちらが筋彫りガイドテープというものになりまして、私が使っていますのがハイキューパーツの筋彫りガイドテープになります。こちらはプラスチック製のテープになりまして、表面が非常に硬くなっています。このテープが筋彫りのガイドの役割を果たしまして、これに沿って筋彫りを彫ることによってまっすぐな線を引くことが可能になります。はい、あった方がいい道具としましてはこちら、歯ブラシですね。筋彫りというのは彫った溝に削りカスがたまることがよくありますので、こちら歯ブラシを使って溝のゴミを取り除く必要があります。はい、こちらはあってもなくても、どちらでもいいんですが、こちらを使うことによって筋彫りの失敗を減らすことができます。こちらはニードルまた毛書き針というものになりまして、筋彫りを行う上での下書きの線を引く道具になります。はい、ではここからは今紹介しましたこちらのツールを使って筋彫りのやり方について説明していきます。ではここからはこちらのパーツを使って筋彫りの方法について説明していきます。まずは元々ある溝の掘り直しから行っていきます。こちらのパーツ見ていただきますと、こちらですね、もともと2箇所溝が掘ってあるのがわかるかと思います。このままの状態で墨入りを行ってしまいますと、溝が比較的浅い状態になっておりますので、隙間に流れた墨も一緒に綿棒で拭き取られてしまうといったことがよくあります。それを防ぐためにこちらもともとある溝の方も筋彫りを行っていきます。やり方としましてはこちらタガネを使ってこの溝に沿って軽く力を加えて彫っていきます。でこの時無理に力を入れるのではなく、軽く当てるような程度で彫り進めてもらうと失敗が少なく確実に筋彫りを進めていくことができます。はい、いかがでしょうか。こちら上の溝の方が筋彫りを行った方、下の溝が筋彫りをまだ行っていない方の溝になります。こちら2つ見比べていただきますと、こちら上側筋彫りを行った溝の方が段差がくっきりしているのがわかるかと思います。はい、では次に行っていくのがこういった既存の溝がある場所ではなく、こういった何もない場所に筋彫りを追加していく時の手順になります。まずここで行っていただくことが、筋彫りの下書きとガイドテープを貼る作業になります。こういった何もない状況でいきなり筋彫りを始めてしまうと、線が歪んでしまったり、思ったようなデザイン通りの筋彫りがいかないことがあります。ですのでまずはこういったシャーペンを使って筋彫りのラインの方を下書きしていきます。はい、下書きの線につきましては、最悪曲がってしまっても問題ありませんので、どういったデザインで筋彫りを追加していくのかといったところを大まかに
線を引いていただければ結構です。この時なんですけど、例えば間違えた線を描いてしまった場合ですね、こちらシャーペンですので指で軽く拭いてあげればこのように線を消すことができます。はい、ではだいたいこんな感じで筋彫りのデザインが決まりましたので、ここから筋彫りガイドテープを貼っていきます。筋彫りガイドテープを貼るときはこういったピンセットを使っていただくと比較的細かい作業がやりやすくなります。ではこの状態のテープをこのようにパーツに貼り付けていきます。はい、こんな形になりました。あとはこのテープの溝に沿ってタガネで筋彫りの溝の方を彫っていきます。はい、このように筋彫りガイドテープが貼りましたら、次に行っていただくことがこのニードルを使った当たり付けの作業になります。最初このようにニードルの針を使って表面に軽く下書きとなる線を引いてあげます。この時も力を入れずに表面を軽く撫でてあげる程度の力を何回も繰り返して彫っていただくこと、失敗が少なくて済みます。はい、ちょっと見えにくいんですが、このような形で下書きの線を彫ることができました。ここから実際にタガネを使って彫り進めていきます。はい、この状態まで来ましたらいよいよ本彫りの作業になります。今回はこちら 1mm のタガネを使って筋彫りの方を追加していきます。先ほど入れた線に沿うような形でスーッとタガネの爪でパーツの表面を撫でるような力加減でだいたい10回ほど削っていただくと綺麗な線に仕上がります。この時タガネは起こすのではなく少し寝かせ気味にして削っていただくとまっすぐ綺麗な線を引くことができます。またこの時力加減を間違えてタガネに力を入れすぎてしまうとこういった線が曲がってしまったりはみ出たりしてしまってこちら失敗の原因になりますので、ポイントとしては力を入れないといったところがポイントになります。はい、こちらタガネで本彫りの作業が終わりました。彫り終わった筋彫りに対してこの筋彫りガイドテープを剥がしてあげます。このような形でしっかりと溝が彫れているのがわかるかと思います。この状態ですと少し見えにくいんですが、パーツに少しバリが出ているような状態になります。ここを紙やすりで表面をやすってあげることによって均一化し、パーツのバリを取ってあげることによって筋彫りが完了します。はい、では今回はこちらまっすぐパーツに対してまっすぐ突き抜ける線を筋彫りしていきましたが、次にこちらまっすぐ突き抜けるのではなくパーツの途中で線が止まる引き方のポイントについて説明していきます。こちらも同じように筋彫りガイドテープをこのように貼り付け、ではここから同じようにこちらニードルで当たり付けをしていくんですが、その前にまずはこちらタガネを使って線の終わり部分にグッとタガネを押し付けてあげることによって、はい、分かりますでしょうか。今こちら点がついたのが分かるかと思います。こちらが筋彫りの当たりになりまして、ここで筋彫りのタガネが止まるように後をつけてあげます。この状態でニードルを使って当たりの線を引いていきます。当たりの線引き終えましたので、ここから本彫り作業を行っていきます。この時のポイントとしては、一番最初につけた点にタガネの先端を当ててあげて、ここも軽く研ぎ進めていくことがポイントになります。はい、こちら筋彫り作業が終わりまして、このような感じになりました。ではここから表面の仕上げ、ヤスリかけ作業に入っていきます。はい、こちら表面400番のヤスリでこのように研いであげることによってバリを取り除いていきます。はい、このようにヤスリがけが終わりましたら、こちらパーツの溝の方が白くパーツの削りカスが入っているのがわかるかと思います。こちらを歯ブラシでこのように溝の中の削りカスを取り除いていきます。はい、こちら筋彫り作業が終わりました。こちらパーツの右側の方と左側の方で情報量に違いが出たのがわかるかと思います。こういった筋彫りを他の箇所にも追加してあげることによってガンプラ全体の完成度を引き上げてあげることができます。また最初にこちら溝の彫り直しを行った箇所についてもしっかりヤスリ書きを行ってあげると、このように彫ってない方と彫った後の方で違いが分かりやすくなったのかなと思います。はい、このように筋彫りを行っていきましたがいかがでしょうか。
ここからは筋彫りを失敗しないためのポイントの整理になるんですが、まずは一つこちらですね。ニードルを使って表面に当たりをつけてあげることによって筋彫りの線がずれてしまうことを防ぐことができます。ですので、少々手間に感じる人もいるかもしれませんが、こちらニードルで表面の当たり付けをするといったことは非常に重要な工程になってきます。また筋彫りを失敗しないためのポイント2つ目としましては、こういったタガネで表面を削る際ですね、やはり力を入れすぎないといったことが失敗しないためのポイントになります。どうしても溝を掘ろうとしてしまうことによって、まっすぐ掘ろうとしてもこちらタガネに力が入りすぎてしまい、溝からはみ出てしまうといったこともよくありますので、やはり力を入れすぎないといったことは失敗しないためのポイント2つ目になってきます。また万が一こちら筋彫り失敗してしまったとしても、失敗した溝を瞬間接着剤で埋めてあげて、そこからヤスリ書きをすることによって失敗した箇所を修正することもできます。またそちらは他の動画の方で筋彫りのリカバリー方法について説明しようと思いますので、ぜひそちらの動画見ていただければなと思います。はい、ということで今回筋彫りの基本的なやり方について説明を行っていきましたが、いかがでしたでしょうか。やはり筋彫りというのはプラスチックの完成度を一気に引き上げてくれる工程になってきますので、これをマスターすることによって自分の作品の完成度が一気に向上することになりますので、ぜひ練習を行いつつ実践していただければなと思います。また今後の動画ではこういった筋彫りのさらなるテクニックや失敗した時の対処法についても説明していこうと思いますので、ぜひそちらの動画チェックしていただければなと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。以上、Mクライズでした。